はい、皆さんこんにちは。いや、もうがっつり夏って感じですよね。めちゃくちゃ暑い。やっぱ夏といえば怖いものですよね。最近なんか壮大なテーマばっかで怖いのやってなかったので、この間インスタのアンケートでもド定番な都市伝説を深掘りするのはありかなしかで聞いてみたら結構な割合でありが多くて、僕は日本のド定番な都市伝説ってあまりやってこなかったので、夏の期間だけね、ちょっとやってみて、みんなが好きそうだったらもっと今後もやっていきたいと思います。今日第1回目はやっぱ一番人気。2004年1月8日、当時2チャンネルにあった身の回りに変なことが起きたら実況するスレっていう部屋にこんな投稿がされました。気のせいかもしれませんがよろしいですか。98ツレ目で投稿されたこの話は、はすみと名乗る人物が普段と変わらない通勤で電車に乗っている際、ある異変に気づいたことから始まったんです。気のせいかもしれませんがよろしいですか。先ほどから某私鉄に乗車しているのですが、様子がおかしいのです。いつも通勤に使っている電車なのですが、先ほどから20分くらい駅に止まりません。いつもは5分か長くても7、8分で停車するのですが止まりません。乗客は私の他に5人いますがみんな寝ています。ここまでの投稿に他の人からは寝過ごしたんじゃんとか、乗る電車間違えたんじゃんっていう返事が返ってきて、それに対してご指摘通りに乗り間違えた可能性もあるかもしれませんね。もう少し我慢してみます。またおかしいようであれば相談させていただきたいと思います。とりあえず一番端っこの車両に行って車掌を見に行ってみれば。もし運転手が転換を起こしていたら大変だ。車掌室まで見に行ってこい。まだ止まる気配がないのでちょっと見てきます。しかし車掌室の窓には目隠しのようなものがあり、ノックしてみても無反応だったんです。不思議に思いつつしばらく窓の外を見ていると、なんと電車は普段ならないはずのトンネルをくぐり、その先にある駅で電車が止まってしまいました。ここから投稿主ははすみさんと名乗り始めました。止まりそうです。駅みたいです。まさか降りないよね。今木更木駅に停車中ですが降りるべきでしょうか。聞いたことも見たことのない駅なのですが、ぜひ降りてみて。終点まで乗っててくれ。つうかもう発車してるっしょ。降りてしまいました。無人駅です。乗った電車は11時40分だったと思います。はすみさんは疑問を持ちながらも見たことも聞いたこともない木更木駅へ降りてしまったんです。そこから来た電車とは逆の電車に乗ろうと時刻表を探しましたが、それも見当たりません。仕方なく乗ってきた電車に乗ろうかと思いましたが、スレッドに書き込んでる間に電車が走り始めてしまい、一人駅に取り残されてしまいました。木更木駅って検索引っかからないな。駅から出てタクシーでも探してみます。ありがとうございました。ここからはすみさんは駅を出てタクシーを探してみたんですけど、タクシーどころか何もないところでした。どうしたら。周りはタクシーおろか家すらない場所だったんです。家に電話して迎えに来てくれるよう頼んだのですが、木更木駅の場所が両親にもわからないようです。地図で調べてから迎えに来てくれることになりましたが、なんか怖いです。いや、検索にヒットしなかったら地図にもないよね。他の人はどうしたの？降りたのは君だけかい？僕もネットで調べてみたんだけど、木更木駅っていう駅名が出てこないんだ。新浜松周辺にいることは間違いないんだよね。ヤフーで調べてみます。公衆電話は探したのですがないです。他の人は降りませんでしたので、今私一人です。駅名は木更木で間違いないです。今ちょっと調べたら鬼って書いて木更木って読めるのね。木更木駅の前と次の駅名を書いてないとは言わせない。しかし普通なら駅名の左右に次の駅名が書いているはずなんですけど、それもなく、また現在地を検索するとエラーになり、現在地すらわからない状態だったんです。徐々にスレッド内でははすみさんの言う木更木駅を調べたり心配するような雰囲気になっていたんですね。近くには本当に何もないです。草原とか山が見えてるだけです。でも線路をたどっていけば帰れると思いますので頑張ってみます。ありがとうございました。ネタだと思われてもいいので、また困ったら相談してもいいですか？いいよ。とりあえず気をつけてね。いいよ。携帯の電池切れにだけは気をつけて。今は命綱なんだからね。方向間違えるなよ。あとトンネル内は気をつけろよ。何もないところで携帯の電波は届くのか？駅から動かない方がいいと思うが。父親から電話があり、いろんな問答があってどうしても場所がわからないから110番しなさいと言われたので、多少抵抗はありますが、今から電話して助けていただくことにします。110番して一生懸命現在の状況を説明したのですが、結局いた
たずらとだろうと怒られてしまい、怖くなって謝ってしまいました。どうしようもなく線路を歩いてね、帰ろうとする蓮見さんに、駅周辺はどんな様子？何がある？遠くの方で太鼓を鳴らすような音と、それに混じって鈴のような音が聞こえているのですが、正直もうどうしたらいいのかわかりません。なんと線路を歩いていた蓮見さんに奇妙な音が聞こえ始めたんですね。その音はなんかただならないような雰囲気があり、歩いてきたはずの線路、駅の方を怖くて振り返れなくなってしまいました。走れ、絶対に振り向くな。もう駅に向かっちゃいけないよ。連れて行かれるからね。とりあえずトンネルまで走れ。意外と近いはずだから。おーい、危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。急に後ろから聞こえてきたその声に蓮見さんは振り返ってしまいました。しかしそこに立っていたのは、後ろの方で誰か叫んでいたので、駅員さんかと思い振り向いたら、10メートルくらい先に片足だけのおじいさんが立っていたのですが、消えてしまいました。もう怖くて動くことができません。その信じがたいものを見てからどんどん様子がおかしくなっていって、もう歩けないし走れないです。太鼓みたいな音が少しだけ近づいてきています。家に電話しました。父から警察に電話してくれるそうですが、音がどんどん近づいてきます。なんとか頑張ってトンネルの前まで来ました。名前はこれイサカンって読むんですかね。イサカンわかんないけどとなっています。音も近くなっているので勇気を出してトンネルを抜けてみようと思います。蓮見が無事トンネル出たらまた書き込みます。怖い思いをしながらも蓮見さんは暗いトンネルの中に入り、約20分かけてトンネルの出口へと歩き続けました。泣きながらやっとの思いで出口へとたどり着き、トンネルを出て線路の先を見てみると、その先には誰かが立っていたんです。待て蓮見、行くな、止まれって、やばいよそれ。誰か立ってますってこんな時間にか。それは怪しいって。時刻は午前3時過ぎ。普通だったらこんな時間にね、なかなか人がいることはないですよね。まあ都内ならありえるけど、まあでも蓮見さんは今までの恐怖からね、人と出会ったっていうことに安心してしまい、ご心配かけました。親切な方で近くの駅まで車で送ってくれることになりました。そこにはビジネスホテルみたいなものがあるらしいです。皆様本当にありがとうございました。蓮見さんはその立っていた人の車が置いてある場所まで一緒に向かって歩き出したんです。蓮見、聞きたいことがあるんだ。答えてくれ。そこはどこなんだ？親切な人に地名を聞いてくれないか？本当に親切なのか？霊よりも怖いかもしれないぞ。場所を聞いたらひなだというのですが、絶対にありえないことだと思うのですが、でも静岡のひなまで行けるような距離ではなかったんですね。先ほどよりどんどん山の方に向かっています。とても車を置いて置く場所があるとは思えないのですが、全然話してくれなくなってしまいました。もうバッテリーがピンチです。様子が変なので隙を見て逃げようと思っています。先ほどからわけのわからない独り言をつぶやき始めました。いざという時のために一応これで最後の書き込みにします。この投稿を最後に蓮見さんがスレッドに投稿することはありませんでした。僕あんま日本の2ちゃんの怖い話系とか詳しくなかったので、今回初めてね、如月駅ちゃんと読んだんですけど、意外と超絶シンプルな話なんですね、如月駅って。こっからこの話は2チャンネルで話題になって、2チャンネルの外でも不気味な話とか都市伝説として話題になったんですね。このスレッド内に出てきたひなという地名から如月駅は静岡にあると考えられ、実際静岡の地元の新聞でも取り上げられたりもしたんです。でも結局如月駅っていう駅は見つけることができなかったんですね。そもそも日本各地の全体見ても如月駅っていう駅は存在していなかったんです。また2チャンネルの人たちが如月駅のあると思われる場所を見つけたんですけど、なんとそこは地上ではなく池の中だったんです。池の中ってどういうこと？太鼓の音に関しても、もし場所が静岡だったとしても、山あいで太鼓や鈴を鳴らす風習は存在していないそうです。この如月駅に関しては、その如月駅だけではなく前後の駅名もわからなかったじゃないですか。なので本当に手がかりのない状態が続いたんですね。しかし約2年後の2005年の暮れの頃に、ある男性が如月駅の話と同じような状況になったといいます。男性が電車に乗っている時にふと気づくと、自分以外の乗客がみんな眠っていたそうです。その光景はかなり不自然な感じがしたそうなんですね。しかしなんとなく窓の外を見てみると、電車が古い鉄橋を渡るところだったんです。鉄橋を渡った後は陸
境をくぐって電車はある駅に停車しました。駅名が書いてあるプレートを見てみると、そこにはキサラギと書いてあり、一つ前の駅名が闇、次の駅名にカタスと書いてあり、不思議と電車から降りてみたくなったらしいんです。しかし約束の時間もあるので、男性は電車からは降りずにぼーっとその駅名が書いてあるプレートを見ているだけでした。その間に電車が走り始め、次の駅名だったカタスに着くこともなく、しばらくすると福岡の久留米駅に到着したといいます。この話が実際本当だったかは微妙なところなんですけど、ここから如月駅とはこの世に存在していない駅というのが一層強まり、その前後の駅名は闇駅と片瀬駅という話が出来上がっていったんです。2014年には如月駅のね、次の駅片瀬駅に迷い込んでしまったという人も出てきて、その人曰く時計を見る限り東京から静岡へ約10分で移動したと話しているんですね。寝ぼけてたんです。電車が駅に到着し、扉が開くとなぜか怖い気持ちと外は気持ち悪いような雰囲気がしたらしく、自分の向かい側の窓は真っ暗で、また怖くて後ろを振り返ることもできなかったそうなんです。しかもなぜか窓をバンバン叩いているような音もしたんだとか、しばらくその音に耐えていたんですけど、突然上からぐちゃぐちゃっとした得体の知れないような何か赤黒いものが落ちてきたんです。それにびっくりして一瞬外に出ようとしたらしいんですけど、手は扉付近の手すりを持っていたので体半分が出ていたような状況になっていたんですね。そこから電車内に戻り、なんとか現実世界というんですかね、元の世界に戻ってこれたということなんです。駅にいる間は Twitter しか開くことができず、他の検索機能はエラーになったんだとか、まさか。それ以降も次々と2チャンネルや Twitter上に如月駅に迷い込んだとか片瀬駅に迷い込んだという人が出てきたんですけど、ほとんどが釣りですよね。なので一応この3つの体験談が如月駅に本当に行ってしまった人たちということで認識されているんです。それでも万が一ね、如月駅に迷い込んでしまったらいくつかね、帰るための決まり事があるらしくて、1、電車から降りない。2、寝ない。3、飲食しない。4、改札から出ない。5、名前や場所を忘れない。6、トンネルに近づかない。7、声をかけられても答えない。8、振り向かない。9、何かを燃やす。これらを守ることが大事らしいんですけど、いや多すぎませんかね。しかも5の名前やね、住所を忘れないって某早尾作品の千尋ちゃんのことですよね。確かに異世界のようなあの世との境目のような場所に行ってしまう人は稀にいるらしく、やはり何個か決まり事があるみたいなんです。よくわからない場所の鳥居をくぐらないだとか、川を渡らないだとか、その場所にいる人の呼びかけに答えないだとか、そういう話に共通するのって何かしらの境目から先に行かない、超えない、反応しないことなんですね。こんな伝説がみんなの住んでる地域にもね、一つや二つあるかと思うんですけど、この如月駅に関してはごめんなさい、申し訳ないんですけど、これ創作ですよね、普通にみんなの共通認識に創作っていうのは一応あるんですよね。時代かもしれないですけど、約20年前のね、こういった2チャンネルの怖い話ってどちらかというと怖さとか不気味さが前に出てて、リアリティはあまりない感じですよね。どちらかというと最近の都市伝説はリアリティありきで陰謀系が多いですよね。これ普通に今でも人気なの、みんなの思い出補正とかが入ってんのかなって思っちゃったりして、当時これ読んでいた人はどんな感じで読んでいたんですかね。作り話かもしれないけど、なんかね、ちょっといろんなディテールが出てきて面白いなと思ったのか、あるいはね、全部本当に信じていて、本当に如月駅っていう場所があるって思いながら読んでいたのか、みんなの意見聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。